皆さん、こんにちは。アンミンです。今日はね、私がどうやって日本語を学んだのかという話をしようと思っています。まずは、なんでこのチャンネルで日本語の動画を作っているかという理由を説明したいです。この動画はね、日本語勉強中の人々を励ますことができると思いますし、日本に興味を持っている人々へ日本語を勉強することのメリットを伝えるために、Speak Japanese というビデオシリーズを作ろうと思ったんです。だけどさ、多分皆さんが私の動画を見てペラペラに日本語を話す姿を見ると当たり前だと思うかもしれませんが、実は最初に日本語を勉強した時大変苦労してしまいました。何度か言い間違えて、イライラして諦めたいなと思いました。服は超可愛いですよ。双子ですか？違いますか？友達だけ。そうなんですか。これは韓国の制服なんです。韓国の制服はどんな感じか全然わかりませんけど。どんな感じ？なるほどね。すごい。すごい服ですね。綺麗ですよ。これは作りました。自分で作ったんですか？グラスを買って。大変そうですね。兄、そこじゃないよ、座るとこ。兄はギャグ。Are you studying Japanese but feeling really overwhelmed by just how difficult it is? Yeah, I had the same trouble too. In fact, I really sucked at Japanese for a very long time. But somehow that changed, and today I'd like to talk about it. 私は YouTube を始めたばかりですので、初心者の時の動画がないです。私のチャンネルで見えるのは今の日本語のレベルだけです。これは間違いやすいところだと思います。なぜならやっぱり視聴者は私の動画を見てずっと日本語を勉強して一度も苦労したことがないと思い込むかもしれないからです。だが、私は最初に日本語を勉強した時失敗がいっぱいありましたよ。2015年、中国の北京に住んでいた時初めて旅行で来日したのですが、独学で勉強した基礎的な日本語のフレーズしかわかりませんでした。何度か迷子になったり、レストランで注文した時間違ったりして、全くコミュニケーションができませんでした。北京に戻ったら、本気で日本語を勉強しようと決心しました。中国語がわかるから簡単に日本語の漢字を覚えることができますが、読み方が難しくて、読めば意味がわかるけど、漢字の読み方のミスは多かったです。失敗してイライラしたとき、どうやってモチベーションをキープしたのかとよく聞かれます。昔、本当に日本語の勉強を諦めたくなったとき、一日勉強をやめて、気持ちが良くなったら、次の日、また勉強に戻ったということをしました。中国に住んでいた時、よく海外赴任している日本人と友達になったり、Hello Talk という語学を学ぶためのアプリで知り合った日本人に会ったりして、すごく日本に興味を持ちました。2016年日本に住もうと決めて、北京から東京に引っ越して、西新宿にある日本語学校に入りました。うちの学校のクラスは人数が多かったので、会話を練習することができなくて、またヘロトークのアプリで知り合った人に会って、週に4回ぐらいカフェで言語交流という活動をやりました。はじめに1時間英語で会話して、その後また1時間日本語で会話してという形になりました。ヘロトークのおかげで言語交流の相手200人に会うことができました。無料で日本語の会話を練習したい人へヘロトークのアプリを勧めます。私はこのアプリで検索して家の近くに住んでいる日本人を見つけて友達がいっぱい作ったんですよ。外国語を勉強している人たちがよく言うのは 100% 無料で勉強したいということですが、ずっと無料で勉強するのは効果的な勉強方法というわけじゃないでしょう。
なぜかというと、ちょっとだけお金を払えば、もっと勉強したいという気持ちになるんじゃないかと思うんです。すみません。切符はどこで買えますか？すみません。切符はどこで買えますか？ずっとただで勉強すると失敗してもいい気持ちになる可能性があるからです。ちょっとだけお金を払ってお金を無駄に使わないようにすればもっと真面目に勉強できると思います。そして無料のアプリや語学向けのウェブサイトの品質について私は両方試してみましたが、有料の方が品質が良いと思います。日本人とコミュニケーションができるようになりたい人たちは基礎的な日本語を把握すれば大丈夫だと思います。努力すれば6ヶ月間で日常会話ができるようになると思います。And you never know after that where it's going to lead you. You might want to just keep on taking on more and more difficult stuff. You could even end up at a Japanese university like me, though I didn't expect to do that from the very beginning. 私が最初から日本の大学院に入ってみたいと思ったわけじゃなくて、趣味でやって毎日中国で通勤していた時 Japanese Pod 101というサイトの録音を聞いて少しずつもっと難しい日本語を勉強したいと思って日本語の教科書を買ったり単語のカードを作ったりして一歩一歩初心者のレベルから上達しました。その後2016年に日本に引っ越して日本語学校に入学しました。その頃から日本の大学に興味があって、2019年、早稲田大学のアジア太平洋研究科で留学することになりました。はじめに趣味で日本語を勉強したんですけど、今仕事で日本語を使いたいという気持ちになりました。2015年に初めて日本に来て日本語を勉強し始めた時、早稲田大学に入ると思わなかったです。そういうことで趣味で始めたことですが、最終的には本気で取り組んでいます。もし皆さんがちょっとだけ日本語に興味を持っているなら、ぜひ勉強してみてくださいね。It might just change your entire path in life, or you might just have fun with it, who knows. But hey, I just want to add that I had a full-time job when I was learning Japanese. I was working 40 hours a week, so I had to sacrifice a lot of my free time and stuff. So get motivated, everybody, and go out there and just do the thing, you know, just do it. And are you still watching? If you are, I really appreciate it because most people don't watch the videos to the very end, even though that's the best way you can help this channel. So thank you very much. That was my story. I hope it motivates you. And hit the books. Like, what are you doing? Like, why are you watching YouTube? All right. See you next time.